皆さんこんにちは、まなみです。今回はおすすめのファンデーションをランキング形式でご紹介していこうと思います。で、まだ唇が荒れていて皮膚科にも行ったんですがちょっと治っていなくてリップをつけられない状態なんですけれども、顔色が悪く見えているかもしれないんですが、そこはご了承ください。で、ファンデーションはですね、韓国コスメをレビューする機会が多かったので、今回ご紹介するのは一つを除いて全て韓国のクッションファンデーションなんですけれども、おすすめのものばかりを選んでみました。一応塗っているシーンだったり6時間後の肌の様子は撮影したんですけれども、詳しいレビューを見たいという方は個別の動画をカードとあと概要欄の方にも貼っておきますので、そちらもご確認ください。で、私の肌質は混合肌で T ゾーンがオイリーで口周りが乾燥していて毛穴も開いていますし、主査なので赤みもある肌です。あとファンデーションの好みとしてはセミマットが好きなので、今回ご紹介する商品は全てセミマットからマットの商品なんですけれども、結構似ている商品もあるので、もし気になる商品があればぜひチェックしていただけたらと思います。はい、で今回は5つのファンデーションを選んだので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。ということで、まず第5位はですね、こちらジャビン・ドゥ・ソウルウィンクファンデーションパクト SPF50+PA3+ で5色展開なんですけど、私は22号のカバーサンドを使っています。普段私は23号のカラーを使うことが多いんですけど、このシリーズに関しては結構暗めなので、普段23号を使ってらっしゃる方は22号を購入するのがおすすめです。それでは塗っているところをご覧いただきつつ、特徴についてお話ししていこうと思うんですけど、今回ご紹介するにあたって一部を除いてこのセザンヌの皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ SPF28PA2+ を使っていきました。では肌アップでご覧いただこうと思うんですが、この商品はマット寄りなので毛穴を隠しやすいかと言われるとそこまでではなくて、毛穴を埋められていない部分も見えてはいるんですが、この日は結構綺麗に塗れたんですよね。このカバー力とマット感が好きで5位に選びました。単体で使うと少しテカってしまったんですけど、下地と組み合わせるとそこまでテカらなかったかなと思います。匂いはフローラル系の匂いでわずかに香る程度なので、私はそこまで気になりませんでした。あとスポンジに染み込んでいるファンデーションの量は少なく感じて、塗る量の調節はしやすいんですけど、コスパ的には良くないのかなと思って5位にしました。6時間後の動画がこちらです。この日は肌の調子があまり良くなくて毛穴浮きしてしまったので角栓が少し見えているんですけれども、崩れ方で言うと全体的にツヤっとしていて鼻の皮脂が出ているくらいでした。持ちはいい方かと思います。次は第4位ですね。こちらのディオールスキンフォーエバーフルイドマット SPF35PA3+ を選びました。私は 1.5N のカラーを使っているんですが、少し暗いのとちょっとオレンジ感が強いので、もう少し明るいカラーを選んでもよかったかなと思っています。で、先ほど公式サイトの方も確認してみたんですが、結構サイトとは色の差があるなと感じた商品なので、もし購入を検討されている方は店頭でタッチアップをしてからどのカラーにするか決めた方がいいのかなと思います。このファンデーションはスポンジで塗るより筆で塗った方が毛穴を埋められて仕上がりも綺麗なので、資生堂の131ブラシを使っていたんですけど、量を2プッシュとか多めにつけるともちろんカバー力は高くなるんですが、1プッシュと少しくらい乗せていくと意外とナチュラルに仕上がる印象で調節はしやすいです。これはフィクシングが早い方で5点置きしてから広げるとムラになりやすいので、1点置いてからすぐに伸ばしていくと綺麗に仕上がります。薄めに塗っているっていうのもあるので、ジャビン・ドゥ・ソウルよりカバー力は少し低いんですけど、その分よりナチュラルに仕上がります。厚塗り感がそこまでないのと、あと時間が経った後のツヤ感と崩れなさ的にこちらの方が個人的には好みなので4位にしました。匂いはデパコスのフローラルっていう香りでちょっと強めなので、匂いに敏感な方はお気をつけください。6時間後はこんな感じで、鼻もそこまで皮脂が出ていなくて毛穴落ちもそこまでないので綺麗に保ってくれるファンデーションの一つです。少し離れてみると分かりやすいかと思うんですが、筆を使ったのでそこまで塗っている感じがしないのも個人的には好きなポイントです。で、第3位はですね、2位のファンデーションと迷ったんですけれども、こちらのラネージュのネオクッションマット SPF42PA2+ を選択しました。7色展開で私は 23N3 度を使っています。このクッションファンデーションはザ・マットっていう感じのファンデーションなので、毛穴パフを滑らせて塗らないと毛穴の開きが目立ってしまったり埋まらなかったりっ
っていうのがあるんですけど、なんといっても持続力があって崩れにくいので3位に選びました。よれたりもしないので脂性肌の方におすすめだと思います。ただ鼻のあたりとかはやはり毛穴が目立っているので、さらっとした液体の下地よりも毛穴を埋めてくれるような、少し保湿してくれるような下地と合わせた方がいいかなと思います。パフが特徴的なんですが、点々と穴が開いているのでファンデーションを肌に均一に密着させてくれるそうです。私はパソコンや携帯を見ることが多いので、ブルーライトをカットしてくれる点も個人的にはいいなと思いました。匂いはおそらくこれもフローラル系で少し甘い感じの匂いで、塗った後は少し香りが続きます。6時間後の動画をご覧いただくとツヤ感が増して鼻の皮脂がプツプツ出ているくらいで、他はほとんど変わっていないので持続力が本当に高いファンデーションです。はい、で2位はテラのニューブラッククッション SPF34PA2 プラスです。発色展開で私は 23A の1番のベージュを使っています。ただカラーなんですが、他のブランドの23号より少し明るめだと思うので、その点はご注意ください。こちらは毛穴カバー力が抜群に高いというわけではないんですけれども、ラネージュよりは毛穴を埋めやすくて密着力がある感じがします。でカバー力も高くて持続力もいいファンデーションです。ラネージュを3位にしてヘラを2位にした理由は、今お伝えした通り毛穴カバー力が少しだけこちらの方が高いと思ったので2位にしました。ラネージュは鼻の毛穴はもちろんなんですが、頬の毛穴も埋めるのが少し大変なので、比較するとまだこちらの方が埋めやすいです。この日は少し厚く塗ってしまったんですが、もう少し薄めに塗ることもできるので軽く塗れるっていうのも好きなポイントです。匂いはフローラルにムスクとウッディが加えられた香りだそうで、今回ご紹介するファンデーションの中ではかなり強めの香りです。塗った後も香りは残っているタイプです。6時間後はこんな感じでほとんど変わっていませんよね。鼻の皮脂は出ているものの他の部分は全然変わっていませんでした。はい、で最後第1位なんですけれども、これは最近レビューした動画ではあるんですが、このジョン・センムルのスキンヌーダーロングウェアで4色展開なんですが、私はミディアムを使っています。このファンデーションはファンデーション自体のカバー力はそこまで高いわけではないんですけれども、なんといっても薄いレイヤーでも毛穴をカバーできるっていうのと密着力の良さに感動した商品です。あとつけ心地も軽いので、そこまでファンデーションをつけているっていう感じがしないのも気に入っていて、総合的に考えるとこのファンデーションが今のところ一番使いやすいかなと思います。ただカバー力がすごく高いわけではないので、赤みやシミなどを全て完璧にカバーしたいっていう日には向いていないかもしれないんですけど、肌をきれいに見せつつナチュラルで毛穴も埋めてくれるので、普段使いするのにもすごくいいファンデーションです。この右側の頬の方が左と比べて毛穴が少し深いので埋めにくいんですけど、一瞬できれいにカバーしてくれるので時短にもなります。マスクをつけた時の崩れ方も汚くない方だと思うので、その点も良かったです。で塗っていて思ったんですけど、パフがすごく柔らかくて肌当たりも優しいので好きなパフです。匂いは今回ご紹介した中では個人的には強くない方だと思うんですけど、母曰くフローラルの石鹸の香りって言っていました。はい、6時間後はこんな感じです。この日は角栓でザラザラしていたので少し見えているかもしれないんですけど、やっぱり綺麗な肌を保ってくれているなと思います。特に毛穴落ちしたりっていうのもなかったです。はい、でマスクのつかなさ的にはこの2つがいいかなと思うんですけど、ただ私の毛穴だとマスクをすると絶対に毛穴落ちしてしまうので、これは絶対に崩れないっておすすめはできないんですけれども、比較したらこれは綺麗な方かなと思います。あとですね、エスティローダーとシュウ上村のファンデーションも持っているんですけど、まだ試せていないものもあって、もしかしたらランキングに入るぐらいいいファンデーションかもしれないんですが、これはまた個別の動画でご紹介していきたいと思います。はい、ということでとりあえず今まで使った中で気に入ったファンデーションをご紹介しました。今回ご紹介していないファンデーションでも結構使っているものもあって、カバー力の低いものだったり自家成分が入っているファンデーションだったりも使っているので、この5つだけしか使わないっていうわけではないんですけれども、マスクをつけていない時の崩れなさ重視で選んでみたので、少しでもご参考になれば嬉しいです。はい、ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。